さっきの男性は兄さんなのか？歩きながら俺は繰り返し自問した。仕事帰りに立ち寄った居酒屋を出てアパートへと向かう途中、俺は路地裏の街灯の下で物乞いをしているホームレスを見かけた。居酒屋を出た時に受け取ったお釣りの小銭が上着のポケットで音を立てている。なぜかその音を煩わしく感じていたから、俺は思わずその男性の足元に置かれていた空き缶に小銭を入れた。その時にふと思ったのだ。この男性は龍一兄さんじゃないかって。確信があったわけではない。長く伸びた髪はボサボサで、ひげも伸び放題。服もボロボロで、据えた匂いが鼻をついた。しかし少し大きめの目と分厚い唇は兄さんとそっくり。何より兄さんと同じ場所に縫い傷があった。兄さんが目元の傷をこしらえたのは、俺が5歳の時だ。ジョージ、見てろよ。公園でブランコ遊びをしていた時、兄さんはそう言い、さらに勢いをつけてブランコから飛んだ。しかし体のバランスを崩して、頭から地面に落ちてしまう。倒れた兄さんは全く動かなかった。その時の俺は、あまりに突然のことに、大声で泣くことしかできなかったと思う。俺たちの様子に気づいた周りの大人が救急車を呼んでくれて、兄さんと俺は病院に運ばれた。まだ小学2年生だから、縫った後は消えるかもしれません。手術を担当した先生からは、そう言われたそうだ。しかしいつまで経っても、縫い傷は残っていた。いつしか兄さんはその傷を、自分の勇気の証のように自慢し始めた。すると俺は、兄さんの目元の傷が羨ましくなる。兄さんはいつも俺に優しかった。兄弟喧嘩をした記憶もない。俺にとって兄さんはヒーローだった。目元の傷を羨ましく感じたのは、小さい頃から誰よりもかっこいい存在だった兄さんが、さらにかっこよくなったと感じたからだろう。母さんにはまだ言ってないんだけど、俺、高校を卒業したら就職する。俺が兄さんからそう告白されたのは、俺が中学3年生の冬。え、どうして？俺は思わず聞き返した。兄さんの成績が学年でもトップクラスなのを知っていたから、大学に進学するものだとばかり思っていた。進学先はいつも手本だった兄さんを見習って決めようと考えていたくらいだ。母さんに経済的な迷惑がかかると考えているからだろうか。俺の頭にそんな考えが浮かぶ。父が亡くなったのは兄さんが高校2年生、俺が中学2年生の秋。父さんがしっかり残してくれたから、お金のことは大丈夫。あなたたちは自分が進みたい道を選びなさい。母がそう言ったのは、俺と兄さんが受験勉強を本格的にやり始めた頃だ。お金のことなら心配いらないって母さんは言ってたじゃないか。俺がそう言うと兄さんは言った。俺は IT 会社に就職して自分の力を試したいんだ。だから大学に進学するよりも早く社会人になった方がいいって考えた。強い決意にも似た言葉に俺は何も言い返せなかった。俺は目標にしていた高校に合格。そこは兄さんも通っていた高校だった。俺の高校合格から1週間後、兄さんは就職のため東京に引っ越した。今度海外の支社に行くことになった。これまでみたいに頻繁には会えない。もしかしたら連絡もできないかも。帰省していた兄さんからそう言われたのは、俺が大学2年生の時だ。職場での頑張りが上司から認められて、海外での新規プロジェクトの立ち上げに若手から唯一選ばれたという。やっぱり兄さんは俺のヒーローだ。俺は思わずつぶやいた。母と兄さんが思わず笑顔になる。二人の笑顔を見て思わず俺も声を出して笑った。まさかそれから10年以上も家族3人が揃う日が来ないなんて、その時は思ってもみなかった。落ち着いたら連絡先を教えると言っていた兄さんからの連絡は一向に来なかった。心配になった俺は
初めて兄さんの勤務先に連絡を入れてみる。西野隆一さんは3ヶ月前に退職されています。会社の総務部の担当者だという女性は言った。海外支店に勤務しているはずじゃ。俺がそう言うと、電話口の女性が困ったように答える。弊社に海外支店はございません。退職理由は自己都合だと言われた。アパートも解約されていて、兄さんの所在を知る手がかりは全くなくなった。兄さんのことを頭の片隅でずっと心配に思いながらも、月日は流れ、大学を卒業した俺は金融機関に就職。最初に配属されたのが東京本社だった。兄さんを見つけたら連絡するよ。自宅を離れる日、俺は母に言った。本当に兄さんを見つけられるとは思っていなかったが、兄さんが今も東京にいれば、俺たちの距離が近くなることは間違いない。不意にすれ違うことだってあるかもしれない。兄さんに会えるには、そんなかすかな可能性にかけることくらいしか方法が見当たらなかったのだ。居酒屋からの帰り道、兄さんに似たホームレスを見かけたのは、俺が上京してから3年が経過していた。兄さんがホームレスでいるはずがない。あれは確実に兄さんだ。二つの思いが頭の中で交錯する。そして俺はあのホームレスが兄さんかどうか確かめることに決めた。ホームレスの男性はこの前と同じ場所に座っていた。俺が男性の前に立つと、男性がゆっくり顔を上げる。すると男性が一瞬驚いた顔をした。その行動で俺はその男性が兄さんだと確信した。隆一兄さんだよね。俺の質問に男性は答えない。なんで今まで連絡をよこさないんだよ。海外支店で働くなんて嘘までついて。俺も母さんもどれだけ心配していたことか。耐えられなかったんだよ。俺の言葉を遮るように男性、いや兄さんが言った。どういうこと？俺は恐る恐る尋ねる。兄さんは一瞬戸惑ったような表情になったが、意を決したように語り始めた。兄さんの気持ちに気づいてあげられなくてごめん。兄さんが一通り話し終えると、俺はそっと手を取って言った。俺は泣いていた。それまで淡々と語っていた兄さんも感極まったのだろう。俺が手を握った瞬間、うつむいて肩を震わせ始めた。兄さんが高校を卒業したら就職しようと考えたのは、父が亡くなった直後だったそうだ。理由は母の実の子ではなかったから。うちの両親は共にバツイチで、二人が結婚した時、兄さんは2歳、俺はまだ生まれていなかった。そのことは亡くなる2週間前に父が教えてくれた。おそらく父は後に残された母のことを考えて、自分が伝えるべきだと思ったのだろう。俺が亡くなってからも、これまで通り仲のいい家族でいてくれ。父は俺と兄さんの手を握りながら、そう言った。俺たちが腹違いの兄弟であることを知った兄は、迷ったそうだ。母さんに迷惑をかけられない。一人で生きていこう。散々迷った挙句、出した結論だった。何を勝手に一人で決めてるんだよ。俺たちは家族じゃん。母さんも兄さんのことを迷惑だなんて思うはずないじゃないか。そう言いたかった気持ちを俺はぐっとこらえた。大好きだった兄さんが悩んだ末に出した結論だ。俺がとやかく言うことなどできないと考えた。ここじゃなんだからどこかで飲まない？兄さんの会話が途切れた瞬間、俺が提案する。そう言われるとは思っていなかったのだろう。兄さんが驚いた表情で俺を見る。でもこの格好だしな。そう答えた兄さんに俺はバッグを差し出した。もしホームレスの男性が兄さんだったら、食事をしてからアパートに連れて行こうと考えて着替えを入れていた。今から銭湯に行こうよ。久しぶりに背中を流してあげるからさ。兄さんの表情に笑顔が広がった。銭湯から上がった俺たちはアパート近くの居酒屋へと移動した。兄さんとの初めての乾杯。喉に流し込んだビールは、それまで飲んだ中で
一番おいしかった。しかし何から話せばいいのかわからない。沈黙を破ったのは兄さんだった。俺、上司からのパワハラで会社を辞めたんだ。衝撃的な告白にビールを飲んでいた俺の手が止まる。聞けば部長が感情の起伏が激しい人で、部下を道具としか見ていないような人だったという。役員に対してはうまく取り繕っていたらしく、態度を咎められることはなかった。しかしあまりにも理不尽な言動を兄さんが注意すると、パワハラの矛先がすべて自分に向いたそうだ。他の社員の仕事がやりやすくなるなら、と兄さんはしばらく我慢していたらしい。しかし過度なパワハラに、兄さんは精神的に追い詰められた。最後には出社することができなくなり、そのまま依願退職したという。もちろん再就職することも考えたが、心と体のバランスがなかなか元に戻らず、経済的な理由で病院などにも通えないまま、時間だけが過ぎた。1年ほど前からホームレス生活を送っているそうだ。そしていつの間にか精神的にも落ち着きを取り戻したという。実は嬉しかったんだ。居酒屋での会話が一息ついた時、兄さんがぼそっと言った。およそ7年ぶりに会った時、兄さんは俺だと気づいたらしい。しかし正体を明かすことはできなかった。自分の現状を知られることが恥ずかしかったし、情けなかったからだという。しかし心のどこかで、俺に気づいてほしいとも思ったそうだ。そして、もう一度俺に会いたい。会えたらすべてのことを正直に話そう、と考えていた。だから俺と再会した時と同じ場所にいたんだそうだ。二人の会話が昔の思い出話になり始めた頃、居酒屋の入り口が開く。入ってきた女性を見て、俺は固まった。その女性はうちの会社の社長夫人だったのだ。俺はこの社長夫人が大の苦手。社員のことを、雇ってやっているんだから、給料の分働いてもらう。なんて会社に来るたびに口にするような人だったからだ。そんな態度を取るのは、社員が業務をしている時もお構いなし。無視しようものなら、攻撃が激しくなるから、社員は手を止めて、社長夫人の指導という名の攻撃に付き合う。社長夫人は全員が自分の意見に耳を傾けることがよほど嬉しいのだろう。頻繁に会社を訪れては誰彼となく声をかけていた。だから社長夫人はほぼ全員の顔と名前を覚えていたのだ。社長夫人の口があらと動いたような気がしたかと思うと、俺たちの方に近づいてくる。こんばんは。偶然ですね。今日はどなたかと待ち合わせですか？俺が席を立ち、ありきたりな挨拶をする。すると社長夫人が俺に尋ねた。こちらは？私の兄です。久しぶりに兄弟水入らずで飲んでいます。次の瞬間、俺がずっと思っているこの人の一番の欠点が出た。社長夫人の欠点とは、頭に浮かんだことを後先考えずに口にしてしまうことだ。それにしてもみすぼらしい格好ね。底辺同士、惨めでみっともないこと。確かに、その時の俺たちの服装はラフなもの。兄さんに至っては、ひげは剃ったが、長い髪は後ろで束ねただけだったから、セレブな社長夫人には、底辺同士だと映ったのかもしれない。言いたいことを言ってすっきりしたのだろうか。社長夫人は続けた。今日はね、小野商事の社長ご夫妻とお食事なの。私みたいに影響力が大きい人間は、こういうことにも付き合わないといけないのよ。困ったものだわ。そう言いながらも社長夫人はまんざらでもない表情をしている。小野商事といえば、この前うちの会社から契約打ち切りの可能性を告げられた取引先だ。すると居酒屋の入り口が開き、俺も知っている二人が入ってきた。俺が二人のことを知っているのは当たり前だ。なんせ小野商事は俺の取引先だったから。俺は気まずかった。数日前に取引を継続しない可能性があると告げたのは俺だったからだ。小野商事との間に契約を取り消すような問題は発生していなかった。だから契約の打ち切りは俺の本意ではない。
しかし社長直々の命令と言われては仕方のないことだと割り切らざるを得なかった。うちの会社の社長夫人と小野商事の社長夫妻の登場で、俺はある噂を思い出した。小野商事との契約打ち切りを社長に進言したのは社長夫人だということだ。小野社長夫妻が来店したということは、あの噂は本当だったのかもしれないな。俺は思った。小野社長の奥さんとうちの社長夫人は古くからの知り合いだと聞いたことがある。小野商事は最近業務の多角化で業績を順調に伸ばしている。常にマウントを取りたい社長夫人のことだ。うちと取引できないとこんなことになるのよ。そんな感じで小野社長の奥さんに頭を下げさせて優越感にでも浸りたいのだろうと考えた。ところがそこから事態は思わぬ方向に動いた。俺たちを見た小野商事の社長夫妻の表情がみるみる変わっていくのが分かった。最初は契約打ち切りを伝えた俺と顔を合わせにくいのだろうと思ったが、そうではなかった。視線は兄さんの方に向いていた。もしかして、横にいた小野社長の奥さんがおえつを我慢するかのように口を押さえた。君は龍一くんじゃないかい？いきなり名前を呼ばれて兄さんが驚く。驚いたのは俺も同じだ。小野社長夫妻と兄さんに接点などあるはずがない。それなのに小野社長夫妻は明らかに兄さんのことを知っている。この時をお待ちしていました。さらに小野社長は穏やかな表情で言った。そしてうちの社長夫人の方に顔を向ける。失礼を承知で申し上げます。本日の会合の席は改めてご用意させていただけないでしょうか。うちの社長夫人が、え？と言った感じで驚いた顔をする。それはそうだろう。社長夫人に呼び出された要件よりも、兄さんとの話の方を優先されたのだから。しかしそういった小野社長は、社長夫人との話は終わりという感じで見向きもしない。覚悟はされていらっしゃるんでしょうね。不機嫌さを隠そうともせず、そう言って社長夫人は店を出て行った。ここいいかな。小野社長は俺たちが座っていたテーブルを指さす。俺は兄さんの隣に移動した。それにしても驚いたな。二人が兄弟だったなんて。そういった小野社長夫妻から打ち明けられたのは衝撃的な内容だった。小野社長の奥さんは兄さんの実の母親だった。奥さんは離婚するとき、経済的な理由で兄さんを父に託したらしい。そして離婚から2年して封書が届いた。送り主は俺の母。これから龍一くんの成長を送らせていただきます。そう書かれていた手紙と兄さんの写真が入っていたそうだ。それから定期的に兄さんの写真が小野社長夫妻の家に送られてくるようになる。兄さんが目元を縫う怪我をした時は、謝罪の文面が長々と綴られていたそうだ。母から封書が送られてくるたびに、奥さんはお礼の手紙を書いた。小野社長と奥さんが兄さんだとすぐに分かったのは当たり前だ。俺たちが兄さんと連絡が取れなくなってから、母は小野社長夫妻に頼んでいたらしい。龍一から連絡があるかもしれません。その時はよろしくお願いしますって。兄さんが小野社長夫妻の連絡先を知っているとは母も思っていなかったはずだ。母がそう頼んだのは藁にもすがる思いだったからだろう。龍一くん、うちで働く気はないかい？従業員50人程度の小さな会社だし、君さえ良ければだけど。小野社長が兄さんに提案する。私のような人間がお役に立つでしょうか。兄さんの問いかけに小野社長が間髪入れず答えた。商社というのはその人に合った業務がある都合のいい仕事でね。きっと君がのめり込むくらい適した業務が見つかると思うよ。兄さんの顔が明るくなる。よろしくお願いします。二人が固く握手を交わす。奥さんは目を潤ませながら二人の様子を見ていた。それから数日後、小野商事とうちの会社との取引は継続するという判断が下された。
会社として正式に契約の取り消しを申し入れたわけではなかったので、そのまま契約が継続されたというのが正確な表現だ。契約の取り消しは社長夫人が独断でやっていたことだった。社長は全く知らなかったらしい。小野商事の業績が急拡大していることが気に入らなかった社長夫人は、契約の中止をちらつかせてマウントを取り続けたかったのだろう。社長夫人は勝手な行動を社長からきつく咎められ、会社への出入り禁止処分となった。社長夫人が会社に来なくなって思わぬ効果があった。会社全体の生産性が飛躍的に高まったのだ。社長夫人に捕まって仕事ができなかったことによるマイナスの効果は思いのほか大きかったようだ。社長夫人の出入り禁止は解かれることがないだろうと社員全員が喜んでいる。兄さんだけど小野商事の IT 事業部に配属されて楽しく仕事をしているという。会社の人がみんないい人でさ、毎日が楽しいよ。この前電話をくれた時の兄さんの口調は明るかった。今度俺の家族と小野夫妻とで食事会をする。ひょんなことから始まった2つの家族の交流。これから楽しい未来が待っていそうな気がする。